はいどうも、マジック界のレッスンプロキーユです。これから紹介する技法にはですね、実はちょっと弱点がございます。その弱点そのまんま演じますので、皆さんはこの技法の弱点がどこなのかを考えながら見ていただければなと思います。ではご覧ください。はい、コインは消えました。どこが弱点だったかお分かりになりましたか？分かった方はコメント欄に残しといてください。では弱点の発表。コインが消えた瞬間に袖に入れたということがバレやすいということでした。まずはですね、その弱点は無視して置いといて技法の解説だけ先にやらせていただきます。その技法の解説の後ですね、この弱点の回避方法などをご提案しますので、ぜひ最後までご覧ください。では、解説に入る前に一つだけお伝えさせてください。このチャンネルは皆様が実際に人前で演じることを想定して作っています。見て終わりではなく、演じて喜ばれるをゴールにしています。気になる方はチャンネル登録をぜひお願いいたします。では解説です。では簡単に解説します。まずこのように持っていただいて、コインを押しつぶすような力で弾き飛ばしてるというだけです。このように。これを袖の中に入れたんですね。コインを袖の中に、飛び込ませたという技法になります。スリービングと言いまして、スリービングというジャンルになりまして、技法自体の名前はパンプキンシードバニッシュって言います。手でコインをカバーした瞬間に袖の中にプンと入れると。で、あとは入れた、弾き飛ばした手を包み込むような感じでコインを絞り取ったような感じですね。絞り取ったような感じで抜いてあげると、この中にコインが入っているようにお客さんには見えると。ただ、先ほども言った通り弱点は袖の中に入れたんじゃないかということが、お客様がアンポンタンじゃない限りは、考えに至ると。バレやすいということなんですよ。で、このバレにくい方法っていうのもご提案が最後にございます。バレにくい方法の提案の前に注意点を3つほど解説します。まずですね、僕今解説のために手を横にしてこれをやりましたが、実際に横にやっても、例えばお客さんに見えないように低空でね、低い位置でやったとしても、これ横からやるとですね、見えます。なので、手の位置は必ず拳がお客さんの正面に向いているように、このような角度にして、スリーピングを行ってください。じゃないと、この中に入れたコインの軌道が見えてしまいます。そして、二つ目ですね。これ結構大事ですけど、初心者の方って、飛ばすのがですね、ちょっと怖いので、本当に袖のところまで持ってって飛ばしちゃうっていう間違いを起こす人がいます。これだと袖の中に入れてきたっていう感じになっちゃうので、最低でも袖からコインを離す位置は7、8センチは離れてるようにしてください。これぐらいは離れてるように。実際、このぐらいの距離で飛ばします。7、8センチは離れてる。このぐらいの距離で飛ばしてください。じゃないとダイレクトに袖の中に入れたように見えてしまいます。もはやそこまで行くとマジックではございません。で、3つ目ですね。実は、コインのエッジがあるとやりにくいんです。エッジってわかります？このギザギザの部分ですね。僕が今、パンプキンシードバニッシュで使った方のコインはエッジが削り取ってあります。これが飛びやすくなります。エッジがあるコインだとエッジが引っかかっちゃって、指の皮がむけたりするんで、エッジのないコイン。日本円で言うと10円玉とかで練習していただけるのが一番いいと思います。エッジがないコインはマジックショップとかで売ってますんで、自分で仕入れるのも良いかと思いますが、これはそんなマジック道具を準備するような手品ではなく、気軽に見せるタイプの手品だと僕は思ってますんで、10円玉で十分だと思います。で、最後にですね、
見破られちゃう問題に対しての提案なんですけども、これ単体でやるの良くないです。どういうことかというと、コインを貸してください、10円玉。いきますよ。はい。消えたってやるとですね、送電高なんじゃないのっていう話にすぐなってしまいます。だからこれをコインが消えるマジックとして落としちゃったよ。コインが、消えました、今。はい。まあ冗談です。はい。で、コインが消えるマジックっていう風にやるのはあんまりよろしくないかなと思います。じゃあどういう場面で使うんだって話になるじゃないですか。それはまた次回。はい。ということでいかがだったでしょうか。実はまだまだ弱小チャンネルなんですよね。ですから登録していただかないともうお会いすることができないかもしれません。もし今日の内容で少しでも響いたらチャンネル登録の方ぜひお願いいたします。では